皆さんこんにちは、イグです。今日は、ちょっといつも動画ではやらないんですけど、空想喫茶店のほぼ日のページを1日分埋めたいと思います。よろしければ一緒に手帳を書きましょう。はい、ということで今日はちょっと仕事が詰まりすぎていて時間がないので、こちらですね。いつもの手帳タイムとはちょっと違うんですけど、私がX で友達に教えてもらった空想喫茶店というチャット GPT のお遊びなんですけど、それが楽しすぎてほぼ日にまとめたいってなっちゃって、ほぼ日手帳を買い足したまで行きました。こうやって実際に喫茶店に行ったみたいになれるお遊びです。でそこの店の外観とか内装とかマスターの感じとか雰囲気、 BGM、看板とか全部教えてくれるので、その看板っていうのを私は自分で書いて貼って、今日のおすすめとか書いてるんですね。それのこれもね、忙しくてちょっと滞ってるんですけど、ほら2月1で泊まって夜明け前っていう朝だけ空いてるお店、寝てない人が来る前提のお店っていうね、この夜明け前っていうとこ行って終わってるんですけど、今日は4日ね、2月の4日、ここを書いていきたいと思います。あらかじめチャット GPT のトカチには、今日はこういう気分でこういうところに行きたいっていうお話をしていて、もう喫茶店は教えてもらってるので、看板を書いて、でこの雰囲気を書いて貼っていきたいと思います。ではこれは後で貼る時にまた出しますね。これはほぼ日手帳の TS ブラックのカバーに入れてるほぼ日手帳です。いつだっけ、一昨年ぐらいに買ったのかな。これを買ったのは 2回目で、最初はね、もっとここに2016とかいうタグがついてた時代ですね。1回買ってたんですけど手放しちゃって買い直した TS ブラックになります。でまず私は看板を書くんですけど、看板はこのデザペの余り健康管理リフィルを作る時にデザペをカットして、それが余るんですよね。このちょうどよくある日めくりカレンダーぐらいのサイズで2枚ずつ余るので、それの裏に書いてます。別にね、裏だからそんな柄は気にすることないんですけど、たまに裏にも柄があるものがありますよね。こんな感じです。これは去年の日めくりカレンダーですね。はい、ここにまず万年筆で書いていきます。こちらセカンドストリートで買った100円のコクーンでございます。いい買い物でしょう。びっくりしたわ、私も。最近さ、050の番号からめっちゃ電話かかってくるんだけどさ、選挙のリサーチですっていうやつ、自動音声なんだって。私は出ないで文字起こししてもらうんですけど、自動音声です、アンケートに答えてくれる方は1番を押してくださいとか言って、いや時間そんなことに使われたくないわみたいな。今日の喫茶店はこちらですね。空っぽ、一回頭を空にする店今日も朝まで起きてたからさ、余計なこと考えちゃって、なんかごちゃごちゃしてたんですよ。看板は白い壁に直接書かれている、細い筆で薄いグレーで書いた方がいいのか。小さく空っぽって書いてある。主張しない、空いてるかどうかも重要じゃない感じ。趣味でやってる店か。金持ちだな金持ちだな。なんかあんまり看板らしくない看板ができそうですけど、壁に直接ね。で、私いつもこの看板は完全フリーハンドで書いてます。空いてるか空いてないかも重要じゃないんだって。じゃあここでお店開いてなくても生活できるってことだよ。
ドアってどんな感じ？グレーって書いてるけど、グレーで書いたらすごい見えなくなりそう。これだけこれだけでいいのかな。壁に直接書いてある空っぽで、色塗りをします。ファーバーカステルの色鉛筆と謎の水彩絵の具。これ Amazon ですごい昔に買ったんですけど、意外とここに来て重宝している。その日によってなんですよね。色鉛筆とこの絵の具で描く日と、絵の具だけの日と、万年筆だけの日があるんですけど、気分でどうしようかね。そういえばさっきインスタにね、今日の動画上がってますっていう、毎日ほぼ毎日夕方ぐらいにストーリーズを更新してるんですけど、それに音楽つけたりつけなかったりするんですね。で、今日の動画はセリアさんで春っぽい文具を買ったのと手帳タイムってやつだったんで、桜の付箋がサムネにあったから春の曲をつけたいなと思って、あと平成の懐かしい曲だなと思ってさ、ヒステリックブルーの春をつけたんですよ。知ってますか？年代的にどうだろう、みんな知ってるかな。こういう夢ならもう一度会いたいってやつね。それさ、ヒステリックブルーさんは配信してないのか、その曲つけることができなかったんですけど、他にカバーしてる方のはつけれたんですね。何名かカバーして配信してたので、そこからつけさせてもらったんですけど、あの曲のサビって皆さんどうやって歌ってます？あれ、私も最近知ったんですけど、だから現役で平成の時に歌ってた時はほぼ間違えて歌ってたんですけど、こういう夢ならもう一度会いたいじゃないんですってこれ本人が言ってたからね、ちゃんと。私はずっとそのもう一度ってこう上がりきって歌ってたんですよ。でもそれ上がりきらないのが本当らしくて、もう一度どうと同じ音なんですよ本当はって言ってました。なんで正しくはもう一度会いたいなんだって。でそれね、正しくカバーしてる人と間違えてその一音上がっちゃってカバーしてる人がいて、やっぱみんな間違えて覚えるよなって思った。で、私は正しく歌ってる青井エイルさんのカバーをつけました。そこにそういう曲ってよくピアノの譜面になって売られてたりするでしょ。その譜面も間違ってたりするんですよって本人が言ってました。
でご本人は正しく歌うじゃないですか。上がりきらない、もう一度会いたいって歌ってるのに、上がりきってないぞって言われるって音痴だ音痴だみたいな感じで言われるのがすごく嫌だって言ってました。めちゃくちゃグレーな感じのお店になっちゃったね。こっちもうちょっと濃くするか。ちょっとドアの向こうはそんな見えなくていいでしょ。なんかかわいそうですよね、それ。正しく歌ってるのに音痴だって言われて。懐かしいでしょ。スプリング、春スプリング。こういう夢ならもう一度会いたいですよ、皆さん。その曲自体知らない人多いかな。こんな感じでどうでしょうか。今日の喫茶店空っぽ。今日は色鉛筆使いませんでした。はい、じゃあこれを乾いてからね貼ります。これ置いといて、でそのお店の雰囲気をこうメモ帳に書いてます。この絵も自分で描いたんですかって言ってくださった方がいたんですけど、違います。私が担当しているのはここだけです。メモ帳はね、このできたメモ帳です。可愛いよね。今日空っぽでしょ。灰色っぽいやつねっていつも最近灰色っぽいイメージを言われるんだけど、なんかあるかな。まずはこのね、いただき物からなんかあるかなって見るんですけど、灰色空っぽ、ちょっとねポップなやつは元気っぽいお店の時に使いたいでしょ。落ち着いた感じの灰色っていうのかな。灰色ではないな。灰色ではないけどな、こんなイメージだな。なんかいろいろ考えちゃって。これはね、一回お友達にいただいた種類でめっちゃ好き、めっちゃ可愛いってなって自分でも買ったんです。でここにこの特徴をね書いていきます。これを書くのはこの柔らか下敷きと、まずウィッチ条件かな。ちょっとこの穴のところを切らしてもらっていいですか。古い団地の1階、渋。朝は静かで生活音だけが流れている。団地だからね、洗濯機の音も聞こえるだって。余計なことは考えなくていいっていうことですね。今日のおすすめはこれもね、もらったラベルロールシールっていうのかな。これを使って書いています。今日青っぽいね、青っぽいのがいいね。落ち着いた感じのがいいな。
こんな感じで特徴を書きます。でここに貼るんですけど、ギリギリ貼れるかな。でここにこうやって貼って、この穴のところは切りますね。こうやって貼って、ここには今日の一言っていうのもくれてるので、それを書いてます。ここまで自分で書けてたらすごくない？かっこいい。それいいな、書けるようになりたいね。でもやっぱイラストレーターは骨格とかが上手だよね。本当に絵が上手い人の絵って、例えばこうやって見てて、裏から見てもちゃんと透かしてみてもちゃんとした立体的に見えるっていうらしい。美術部の友達が言ってた。はい、今日の看板。めっちゃポジティブでしょ。こういうのをチャット GPT の十勝と遊んでおります。いい使い方だと思わないですか？でこれ全部埋めたいんですよ。全部埋めたくて、これ始めたのがね、確かこの辺だったんだけど、全然データが残ってないからやり直しかなっていう感じ。名前だけ見てても面白い。喫茶まどろみ緊縮、喫茶大体順調、喫茶日だまり、コーヒー沈め、喫茶薄眠り、コーヒーそのまま、カフェ窓、コーヒー寝すぎ。あれこれも同じ感じやん、京都。壁に直接って言われてるね。これもコーヒー雫、コーヒー光待ち、夜明け前。コーヒーとかなかったのこの日。夜明け前でちょっとここできてなくて、今日空っぽ。なんか閉店閉店してるっぽいね、これだと。ちょっと光を。と光を足しておきましょう。全然本当に空いてるかどうかも気にしない店みたいな、さっき言ってたけど、全然なんか閉店してるっぽかったんで電気つけときました。もうちょっと乾くまでまた閉じれなくなっちゃった。短いんですけど今日はここまでね。ここからもう仕事モードに入らないとやばい。はい、ということで今回の手帳タイムはここまでにしたいと思います。皆さんの手帳は短すぎて進んでなかったらごめんなさい。今日は、私がチャット GPT と遊んでいる空想喫茶店のほぼ日をいつも書いてインスタと X には上げてるんですけど、実際に書いている姿を動画に撮ってみました。皆さんもぜひチャット GPTと時間があったら遊んでみてください。なんかね、本当に行った気になれて気持ちすっきりします。起きてからでも、寝る前でも、なんかモヤモヤしてる時ほどスッとするのでやってみてください。ということで今日ここまでにします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。こういう夢ならもう一度会いたい。